皆さんこんにちは。今回はダイソーさんのリサイクルコットン 100% でトップスを編んでいきたいと思います。2種類の透かし模様のトップスを編んでいきます。色は RE8 ソフトブラウンを使用します。かぎ針は6号針を使用します。材質は綿 100%、重さは 50g、糸長は120メートルになります。10センチ平方のメリヤス編みの編み方で、標準ゲージは23目30段になります。水洗いもできるし、アイロンもかけられる、糸になってます。ナチュラルで素朴な風合いというふうに書かれていますが、編み心地も良くて、本当編みやすい糸になります。糸長も長くて、お得感のある糸になります。では編んでいきたいと思います。用意するものは、6号針 3.5 ミリの6号針と、とじ針と糸切りばさみとマーカー3つぐらいあるといいと思います。あとメジャー、こちらをご用意ください。向こう側からくるっと、針に糸をかけて穴に糸を引き抜いて絞ります。この引っ張っている方で縛ります。そしたら向こう側の長い方で、目を絞って、ここから、編んでいきます。針に糸をかけて糸を引き抜いて、1目、2目。これで、77目編んでいきます。はい、77目鎖を編んできました。そしたら、だいたい48センチぐらい、50センチ弱の身幅になります。もっと幅を出したい場合は3目ずつ、プラスしていってください。減らす場合も3目ずつ減らしてください。たら立ち上がり鎖1目編みます。そしたら、この編んだ今の目じゃなくて、最後の作り目の目、この目に針を入れて細編みを編みます。この時裏山、この鎖の方じゃなくて裏を拾って編んでいきます。このポコポコポコとしたこの山の部分を拾って細編みを編みます。そしたら鎖5目、1、2、3、4、5編んで、最初の細編みの目がわからなくなってしまう方はマーカーをしてください。そしたら、3目飛ばします。1、2、3目、飛ばして4目目に針を入れて細編みを編んでいきます。そしたら、長編みの玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて1目飛ばして2目目の裏山を拾って長編みの未完成を2回編みます。このように針に糸をかけて2本だけ引き抜いて最後に全部引き抜きます。そしたら鎖を
3目編みます。そしたらまた針に糸をかけて、先ほど玉編みを編んだ同じ目に針を入れて、また長編みの2目の玉編みを編みます。2目。最後に引き抜きます。はい。そしたら1目飛ばして、次の目に細編みを編みます。これで一模様できました。そしたら次は5目鎖。1、2、3、4、5目鎖。編んで、作り目3目飛ばして4目目に細編み。次は、先ほどのこの扇形の模様編みを編みます。針に糸をかけて1目飛ばして、長編みの2目の玉編みを編みます。はい。こんな感じです。そしたら鎖を間に入れて3目鎖を編んで、また同じ目に、2目の長編みの玉編み。針に糸をかけて糸を引き出して2本引き抜いて、また針に糸をかけて糸を引き出してまた2本引き抜いて、最後に3本引き抜きます。はい。そしたら1目飛ばして細編み。はい。こんな感じで。今度は鎖5目。で、3目飛ばして4目目に細編み。これを繰り返していきます。はい。このように編んできました。最後4目余っているところになります。そしたら、最後も鎖5目。1、2、3、4、5目。編んで、3目飛ばして最後の目に細編みを編んで、これで1段目が終わります。そしたら2段目は鎖編みと細編みの繰り返しになります。立ち上がり鎖3目編んで、プラス2目で折り返します。1、2、全部で5目鎖を編んだら、編み地をひっくり返して、最初のループ、この鎖のところに側に針を入れて細編みを編みます。編んだら、この玉編みと玉編みの間のこの鎖3目のここのところに側に針を入れて細編みを編みます。次は3、4、5目鎖を編んだら、このループのところに側に針を入れます。これを繰り返していきます。はい、2段目の最後に来ました。鎖5目編んで、最後のループに側に針を入れて細編みを編みます。そしたら最後に鎖を2目編んで、ここで長編みを1目編みます。ここが最後の目になりますので、このマーカーを取って、ここに長編みを編み入れます。はい。これで2段目が編み終わりました。次は、3段目。立ち上がり鎖1目編んで、
編み地をひっくり返したら、ここが最初の目になりますので、最初の目に細編みを編みます。そしたらマーカーで印をつけておきます。そして、この鎖と鎖の間のこの下がった、谷の部分に、1段目で編んだこの、模様編みを編んでいきます。この、模様編みと模様編みの間に今度はこの編み方が入っていきます。そしたら、この、谷の部分の細編みのところに、長編みの2目の玉編みを編みます。3本引き抜いて鎖3目。また針に糸をかけて同じこの細編みのところに針を入れて糸を2本引き抜きます。また同じ目に針を入れて2本引き抜いて最後に3本引き抜きます。はい。そうしたらこの隣の前段のループのところに細編みで留めます。これで模様編みができました。そしたら次は、鎖5目の2、3、4、5目で、前段のこのループのところに、ここが谷になってて、ここが山のループのところですので、ここに側に針を入れて細編み。次はこの谷のところに、模様編み。ここ、細編みは2本ちゃんと鎖を拾って、糸を引き出します。2本長編みの未完成を2回編んで最後に引き抜きます。そしたら鎖3目。また長編みの未完成2本引き出してまた2本引き出す。最後に3本。これで、次の山のループのところに留めて完成します。次は鎖5目。繰り返していきます。はい、3段目の最後に来ました。この扇の模様編みを編んだら、最後この、立ち上がり鎖3目プラス、鎖2目のここのループのところに側に針を入れて細編みで留めます。これで編み終わりました。立ち上がり鎖3目プラス2目で全部で5目編んだら編み地をひっくり返してこちらの模様編みのところ鎖3目のところに今度は側に針を入れます。でまた鎖5目編んで今度はこのループのところ鎖5目のループのところに細編みで留めます。また鎖5目。この鎖5目は、この段は全部、鎖は5目で細編みで留める
この繰り返しの編み方になります。4段目の最後に来ました。鎖を5目編んで、この前段の最後のこの扇の模様の鎖の3目の真ん中に側に針を入れて、細編みで留めたところになります。そしたら鎖を2目編んで、針に糸をかけて、この、前段の最後の目に長編みを編みます。はい。これで4段目が終わりました。そしたらこの模様は4段で1模様になるので、また、この1段目からの編み方になるんですけど、最初作り目からの編み方だったので、5段目も一応紹介していきたいと思います。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、最初の目に、鎖を、細編みを編みます。そしたら、マーカーを押して、で、鎖を5目、1、2、3、4、5目編んだら、今度はこの、次の山の、ところですね。この鎖5目のところに、側に針を入れて、細編みで留めます。そしたら、今度は1段目と同じように、この模様編みが入ります。谷のこのところの細編みのところに、長編みの2目の玉編みを編んで、鎖3目、また同じ目に針を入れて、長編みの2目の玉編みを編んで、次のこの鎖5目のループのところに細編みで留めます。はい、そしたら、この編み方、鎖5目とこの編み方を繰り返していきます。1、2、3、4、5編んだら、次のループのところで、側に針を入れて細編みで留めたら、もうすぐ隣のこのループのこの谷のところの細編みに扇の模様編みを編み入れます。で、隣のこのループのところに細編みで留めます。こういう感じで編み進めていきます。はい、5段目の最後に来ました。そしたら、1段目と同じですので、また鎖5目、1、2、3、4、5編んだら、この前段の鎖3目プラス鎖2目のこの5目のところに側に針を入れて細編みで留めます。これで5段目が終わりました。はい、なので前身ごろは4段1模様を4回16段編んでいきます。で、後ろ身ごろは、4回繰り返した後プラス2段、この扇形と、この鎖の2段をプラスして編んでください。でもお好みで結構です。前身ごろを
このように16段編んできました。そしたら、ここから模様を切り替えるので、細編みを2段編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、編み地をひっくり返して、この時にこの、穴になっているところに側に針を入れて細編みを編んでいきます。2目編み入れます。そしたらここの細編みのところは、ちゃんと目の頭を拾って細編みを編みます。そしたらここの5目の鎖のところは3目細編みを側に編み入れます。そして、細編みのところは、細編み。また、この鎖5目のところは細編み3目編んでいきます。これを繰り返していきます。はい、細編み1段目の最後のところに来ました。前段の鎖5目のところに細編み3目編み入れて、細編みのところに細編みを編んだところです。そしたら最後のこの穴のところに2目細編みを編み入れて、これで作り目と同じ77目になりました。そしたらもう一段細編みを編んでいきます。1目の中に1目ずつ編み入れていきます。立ち上がり鎖1目編んだら編み地をひっくり返して細編みを77目編んでいきます。はい、2段細編みを編み終えたところになります。そしたら、今度表を見て編む形になります。新しい模様編みに入っていきます。立ち上がり鎖3目編んだら表に返して針に糸をかけて、ここが最初の目になります。1、2、3、4目。4目目。最初の目から1、2、3、4目目に針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖を1目編んで、針に糸をかけて、戻る形で、1、2目目。前段の2目目に針を入れて長編みを編みます。はい。この長編みの交差編みになります。そうしたら、繰り返し、この交差編みを繰り返して編んでいきます。針に糸をかけたら、1、2、3目。3目目。ここが、交差編みの一番隅の目になりますので、ここから隣のここから1、2、3目のところに針を入れて長編み、ちょっと足の長い長編みを編んで、鎖を1目入れて針に糸をかけて2目戻ってまた長編み、はい、この交差編みを繰り返し編んでいきます。
1、2、3目。3目目に針を入れて、長編み編んで、鎖を編んで、2目戻って、長編み。はい、1、2、3目。長編み、鎖、1目飛ばして、戻る感じで長編み。こうなってきます。はい、最後まで来ました。そうしたら1目余ってると思うので、ここに最後の目に長編みを編み入れます。はい。これで、交差編みの模様の段が1段編み終わりました。そしたら、この模様編みは2段1模様になるんですけど、2段目は、細編みを編んでいくだけになります。立ち上がり鎖1目編んだら、この細編みの前の、段のこの穴のところに側に針を入れて、細編みを2目編み入れます。ちょっと緩めの方がいいかもしれない。そしたら、今度はこの交差編みの真ん中の鎖を編んだところの穴のところに、また側に、この目じゃなくて側に、この穴のところに、細編みを1目編み入れます。そしたら、今度ここの2目の細編みのところは、この穴のところに側に針を入れて、2目細編み。で、交差のところは、側に針を入れて、1目細編み。これを繰り返していきます。2目、1目、2目、1目。はい。そしたら、細編みで編んできました。最後の穴のところも2目細編みを編み入れたら、全部で、細編み77目になったと思います。そしたら、この、交差編みの模様と今のこの細編みの繰り返しになります。立ち上がり鎖3目編んだら、この立ち上がりの目が長編み1目分になるので、ここの目を飛ばして1、2、3目の3目目。なので、4目飛ばしたここの、3目飛ばして4目目の、ここのところに目の頭に針を入れて長編みを編みます。斜めに編むので、ちょっと気持ち長めに足を取ってください。そしたら鎖1目編んで、1目戻る、1目飛ばす感じで戻って、ここの目に長編みを編みます。で、この交差編みの繰り返しになります。はい、このように編んできました。
こちらは後ろ身ごろで、17模様編みました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。17模様編んで、こっちが表になります。交差編みを編んで、で、こっちで、細編みで1段、77目編んで、最後、肩のここの、閉じ分を残してカットしました。前身ごろは、この、まっすぐ編む形で、14段編んで、最後の3段は、肩にして、3段このように、そのままこちらから細編みで編んで、立ち上がり鎖3目で立ち上がってクロス編みを1、2、3、4、5個編んで、最後、このクロスの隣に、長編みで1目編んで、で、次の段が、細編みで17目編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、最初のここに、2目、細編みを側に針を入れて、編み入れて、で、このクロスとクロスの間に、細編みを、1目編み入れていきます。全部、側に針を入れる形で、目の頭に入れずに、穴に側に針を入れる形で編んでいきます。2目、1目、2目、1目という形で細編みを編んで、最後も、ここも細編み2目編んで終わります。そうすると17目細編みを編みます。それを、3模様、6段編んで、で、細編みで、終わります。ここちょっと短く切っちゃったんですけど、この肩の分の閉じ分を残して、切りたかったなと思います。そしたら、こちら側が表になるので、表を見て、右肩になりますね。右肩を編んでいこうと思います。これも同じように、こちら側から17目のところ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。ここに針を入れて編んでいきます。立ち上がりは、1目プラスして4目、2、3、4目編んでください。こちらは、左肩の方は、そのまま編んだので、別に立ち上がり鎖3目で、いったんですけど、こっちは糸をつけたので、1目プラスして編んでください。そしたら1、2、3目飛ばして、1、2、3目目、3目目に長編み、鎖、1目、開いて戻って、
長編み。これをまた同じように編んでいきます。2、3、3、4、5。そしたら最後の目、同じように長編み1目編んで、これで1段終わります。2段目立ち上がり鎖1目で立ち上がって、側に針を入れて細編み2目、このクロスの間は細編み1目、次は細編み2目、クロスは細編み1目で編んでいきます。はい、そしたら最後、ここ鎖4目で立ち上がったところに細編み2目編み入れて、これで、1模様編み終えました。次からは鎖3目で立ち上がって、あと2模様この編み方で編んでいってください。でここ入れずに1、2、3目の3目目に針を入れて、長編みで鎖編んで、1目、抜かして戻って長編み。そしたら、次からは3目目で戻って1目開けて、このように長編みを編んで、1、2、3目。はい、このように、2、4、6段、3模様編んできました。そしたら、こちらは、肩の、閉じ分は、後ろ身ごろの方で取ったので、こちらは糸始末分だけ取って糸をカットします。はい。そしたらこのように両肩が編み終えました。そしたらこういう糸端の始末を、先にした方がいいと思います。つなぎ目のところ、裏側を見て、始末していきます。こういうのはもう細編みの目が、しっかりしているところにこのように適当に縫い付けていけばいいと思います。少しこう戻る感じで、縫い付けたらカットして同じように全部糸端の始末をしてください。こういう閉じ分で残しておくのは間違えずに取っておいて、あとはこのように、編み地に縫い付けて始末してください。はい、
糸始末をしたら、一度アイロンをかけたいと思います。はい、スチームをかけました。そしたら、中を表にします。中表に、身ごろ同士を合わせて、仕上げの、閉じを、やっていきます。肩から閉じていきます。肩はかがりはぎで閉じていきます。最終段のこの細編みの目の頭に、針を入れて、この鎖のところにこのように針を入れて、このようにかがっていきます。この巻きかがりとも言うと思うんですけど、こんな感じでこの目の頭の2本をちゃんと拾って、このように最後まで、この前身ごろの最後の目まで、閉じていきます。はい、前面このようにかがったら、もう一度同じ目に、針を通して、でそのまま糸始末、この編み地に戻る感じで糸を縫い付けて、ちょっと戻る感じで糸をカットします。そしたらこちらも同じように、ちょっと短いので後で足すんですけど、これも、一目ずつ拾って、かがっていきます。最初の目はもう一回、このように一番隅のところをこのように刺して、で一目ずつ拾ってかがっていきます。はい、こちらが、かがった方で、これが表側になります。肩を閉じたら、今度は脇の部分を閉じたいと思います。脇のところは、こちらの、トップスは、重ね着で着るタイプのものになるので、ちょっとこの、腕の部分は、広めに取っておきたいので、ここの、クロスの模様の方は閉じずに、この最初の方のここの部分を閉じて、スリットも少し入れようと思うので、ここ10センチぐらいを閉じたいと思います。これも中表にそのままですけど、中表にして、それで、鎖閉じで閉じていきたいと思います。こっち1、2、3、4つ穴が
あるぐらいにしたいと思います。この1、2、3、4つ穴のこの下部分に針を入れて、ここからちょっともう残りがこんだけしかないんですけど、ここから一回この引き抜いて止めて、でここ次のところまで1、2、3目ぐらい編んで、ここの細編みの立ち上がりで細編みを編んだ部分ですかね。ここのところに引き抜きます。でまた1、2、3目鎖を編んで、このこの境目のところに引き抜いて、これでここの、細編み2段のところまでいきます。1、2、3でこの細編みの1段目のところ同士で糸を引き抜いて、はい、これで終わろうと思います。そしたらこんな感じで、こんな感じで閉じ合わせました。そしたらこのまま、一回この2段目の細編みの方に針を入れて、それでちょっとこっちの閉じた方の編み地にこの糸端を縫い付けて、ちょっと戻る感じで糸をカットして、これで、糸始末しました。こちらも同じように糸始末してください。はい、このように完成しました。こちらの、模様もちゃんとこのように模様と扇で、こっちが模様と扇っていう感じで、模様もしっかりこう、合っているように閉じられています。一目置きにこう模様が入っている、この一目置きっていうか、こう鎖5目で模様で、鎖5目で模様でっていう感じで、このように、ちゃんと合っているように閉じられています。ちょっと短くなって45センチ、身幅45センチぐらいです。で、丈が、ここの上の模様がだいたい30センチで、下の模様が後ろ身ごろが18センチで、前身ごろが16センチぐらいになります。なので前身ごろが46センチで、後ろ身ごろが48センチぐらいの、丈になります。で、スリットがだいたい10センチ、後ろ10センチ、前が9センチぐらい
8センチ。そのぐらいの丈になってます。ここの閉じが10センチぐらいって言ったんですけど、だいたい8センチ、7センチか8センチ。8センチぐらい閉じました。でこの開きがだいたい30センチですね。大きく開いているので、だいぶ厚手のものも、下に切ることができると思います。ここの肩が9センチですね。閉じが9センチで、ここの、空きがだいたい25センチぐらい、25、6センチ。で、ここの長さがだいたい5センチぐらいかな。5.5 センチぐらいあります。で、残りがもう4玉編んでこれだけです。ので、本当に編み切ってます。本当だったらちょっとこの、ね、端を縁編みとかすると、いいのかなと思うんですけど、しなくても全然着られる。この糸自体がしっかりした糸ですので、軽く羽織るのには全然縁編みもしなくてもいい糸だと思います。ちょっと模様編みをしっかりどんな柄か見せたかったので、ちょっと黒っぽいシャツを着させました。ここが腰の位置になるので、ちょうど、腰の位置からスリットがこのように入ってて、少しこちらの後ろ身ごろの方が長くなっています。後ろも、こんな感じで、しっかり浮かずに落ち着いた感じで、収まっていると思います。重さも200ちょっとですので、軽いので、このような秋の装いにぴったりなベストになったかと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この編み方が参考になったよという方は、グッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。